君はなぜローラ心を閉じて。に。もう、ちゃんと歌ってくださテヘペロ。こんにちは、ロビンです。いよ。テルルだよ。ぬわまたどうしたんですか、急に。せめてイラストの中だけでもデカパイにしてあげようと頑張ってるんだけど、あいつ愛じゃどうしても限界を感じちゃうんです。余計なお世話ですよ。学習ができればいいんだろうけど、やり方が全然わからないよ。確かに学習は難しいですよね。理由はネット上の情報があちこちに分散していて、自分に必要な情報の組み立てが難しいこと、また内容が難解な解説記事が多いことです。もうわけわかめですよ。例えばローラの学習環境の構築には荒野さんという方の SD スクリプツというツールを使うのですが、その導入方法、そして学習自体も複数の手法が存在します。複雑になっちゃってるんだよね。とある文献ではこのインストール方法と学習方法で解説していて、また他の文献では別の方法を用いて解説していたりします。どちらも荒野式ローラ学習について解説した文献であるにもかかわらず、数ある選択肢の中からどの方法に基づいて説明しているかという前置きが欠落している文献が多いため、初心者から見ると全く別のことが書いてあるように見えてしまいます。ググればググるほどちんぷんかんぷんになっちゃうやつだね。そこで今日は環境の構築から素材1枚を用いた練習、そして先日公開された東北ずんこさんの公式素材を用いて実際に版権キャラクターのローラ作成までを行います。実践形式だね。また本動画はある程度操作慣れしているユーザー向けに作っています。オートマチック11をローカル環境に構築できていること、拡張機能にいくつか触ったことがあること、ローラファイルを扱ったことがあることです。そして学習に頼るだけのマシンパワーがあることも前提です。これらを踏まえた上で早速環境構築から行っていきましょう。早速インストール。これからローラの学習環境を構築していきます。学習には荒野さんという方の SD スクリプツというツールが必要になるのですが、その前に Windows の実行ポリシーを変更します。以前の動画でもやったね。デスクトップで Windows キーと R キーを同時押しします。出てきたファイル名を指定して実行ダイアログにパワーシェルと入力します。そしたらコントロールキー、シフトキーを押しながらエンターします。パワーシェルが管理者モードで起動します。次のように入力します。セットエグゼキューションポリシースペースリモートサインド。エンターすると本当に変更して良いか聞かれるので Y と入力してエンターします。これでローカルでスクリプトが実行できるようになります。実行ポリシーを変更できたら荒野 SS さんの SD スクリプトというツールをインストールします。インストール方法には何種類か存在します。作者の荒野さんの基本方式、そしてそれを簡略化した Easy インストーラー方式、他にも GUI 方式や有志製のバッチ方式など複数の導入方法が存在します。しかしいずれも SD スクリプトに遅れて更新となるため、本動画では最も確実な基本方式を採用します。作者純正のやり方であれば最新版が確実に使えますし、また日本語話者であるため変に外国人のツールを挟むよりも分かりやすいためです。日本語の詳しい解説がそのまま読めるのはありがたいね。 GitHub の作者のページにアクセスします。ファイル一覧の中に readme.js というファイルがあるのでクリックします。日本語での詳しい説明があるので、暇な時にモニターに穴が開くほど読んでおくことをおすすめします。中盤あたりに Windows 環境でのインストールという項目があります。ここにあるコマンドをパワーシェルで実行していきます。なんだか難しそう。一から説明するので安心してください。まずはこれらのコマンドを実行する場所、つまりインストールする場所を決めます。どこでもいいのですが今回もまた例のごとく D ドライブ直下にします。 D ドライブ直下に作者の名と日付を付したフォルダを作ってみました。フォルダの中に入ります。そしたらアドレスバーの余白をクリックしてパワーシェルと入力してエンターします。このフォルダをカレントディレクトリとしてパワーシェルが起動します。そしたら作者のさっきのページに戻って書いてあるように1行ずつ実行していきます。内容は至極単純で、作者のファイルを複製、Python を用いて仮想環境 BNB を構築、アクティベート BNB の中に必要なファイルをぶち込んで最後に設定を行う、この3フェーズです。なんだ簡単じゃん。2行目のチェンジディレクトリは確認がてら手動でやるので無視で良いです。間違えてもやり直せるので落ち着いて行ってくださいね。一番上の Git クローンから .git までをなぞってコピーします。そしたらパワーシェルに貼り付けてエンターします。
一瞬で複製完了するので、完了したらパワーシェルは一旦閉じます。フォルダに戻ると SD スクリプツというフォルダができているのでクリックします。ちゃんと複製できてますね。そしたらまたここでパワーシェルを開きます。すると SD スクリプツフォルダ内をカレントディレクトリとしてパワーシェルが起動します。これですでに2行目のチェンジディレクトリを行った状態になるので、あとは3行目から順番に1行ずつコピペとエンターを繰り返していきます。コレクティングとかインストーリングとかなんとかイングと出ている間は処理中なので、カーソルがピッコンするまで待機してください。特にピップインストールの3行はダウンロードが行われるので時間がかかります。ここで一つ注意することがあります。一番最後にコピペすることになるアクセラレートコンフィグ、これを打つとこの画像のようにいくつか質問に答えていく形になります。その中に選択肢を選ぶタイプの質問が出てくるのですが、この時キーボードの矢印キーを押すとエラーが発生します。作者のページにも書いてありますが、選択肢を選ぶ際は数字キーの012を使ってください。うわー、手が滑ったー。やってしまいましたね。うっかり矢印キーを押してしまうと、このように無効な文字と出て質問が止まってしまいます。この場合は再度アクセラレートコンフィグと入力して質問をやり直してください。慌ててパワーシェル閉じちゃった。その場合は再度同じように SD スクリプツフォルダ内でパワーシェルを起動して4行目の BNB アクティベートを打ってからアクセラレートコンフィグを入力することで質問からやり直せます。何度でもやり直せるから安心して間違えてくれ。質問への答え方は少し下に書いてあります。順当ならこのような表示になります。これも間違えたらまたアクセラレートコンフィグと入力して設定し直せばいいだけなので安心してくださいね。質問に答え終わったらインストール完了です。実行方法を決定しよう。SD スクリプツのインストールができたので、早く素材を用意して学習を行いたいところなのですが、実行方法によって用意するものが異なるため、方針を絞る必要があります。学習の実行方法にも種類があるんだよね。ドリームブース、クラス ID 方式とキャプション方式、そしてファインチューニング方式です。それぞれ若干用意するものが異なります。クラス ID 方式は学習素材の内容を特定のワードに紐付けするやり方です。素材に含まれる要素すべて、つまり髪型や服装、背景など含まれる全要素を機械的に学習してしまうため、学習範囲の調整が難しくなります。とりあえず素材画像さえあれば実行できるので、最も簡素な方法ですが、ローラファイルとして運用した時に着せ替えやシチュエーションの融通が聞きにくくなります。また、素材を置くフォルダに特殊な命名規則を用いるため、その仕組みを理解する必要があります。ドリームブースキャプション方式。キャプション方式は、素材に加えて、その内容を記したテキストファイルを添付する方法です。記述する内容によって、どこまで学習させるかを調整できるため、融通が利くのが特徴です。用途に合わせて顔ローラや服装ローラなど、素材から何を学習させるかを調整しやすい方式と覚えてください。そしてファインチューニング方式は、作ったキャプションからさらにメタデータを作成します。より多機能ですが正直に申し上げて、めんどくせえっす。上級者向けのやり方という認識でいいです。総合的に見てそのお手軽さと学習対象を調整しやすいという点から、テキストを添えるドリームブースキャプション方式が主流になっています。また口述の東北ずんこさんの例のように、今後企業や版権元によるデータ配布が盛んになった場合、キャプション方式を意識したデータ配布が主流になると思われるので、本動画でもキャプション方式のやり方で解説します。素材を準備しよう。ドリームブースキャプション方式では次の3つを用います。学習させたい素材画像と生息化画像、そしてテキストファイルです。素材のことを教師画像なんて言ったりもします。生息化画像って何ですか？素材をアニメの主人公の画像とすると、背景にいるモブキャラたちの画像だと思ってください。モブの方が強そう。例えばこの素材をロビンちゃんは女の子として学習させるとします。すると AI はロビンちゃんと女の子を関連付けて学習します。出来上がったローラファイルを用いてデカパイの女の子とプロンプトに記述して生成します。するとロビンちゃんと書いていないにもかかわらずデカパイのロビンちゃんを描こうとします。これは絶対にありえないことです。絶対にロビンイコール女の子と結びついているため、女の子というワードだけでロビンちゃん要素が出てきてしまいます。そこで用いるのが生息化画像です。確かにロビ
ビンちゃんは女の子と教えたけれども、女の子イコールロビンちゃんではないよと再教育するわけです。量産型モブ女の子をたくさん用意して、ロビンちゃんと女の子を切り離して考えるように教えます。こうすることで女の子と指定した時には普通の女の子を生成して、ロビンちゃんという女の子と指定した時にだけロビンちゃん要素が入った女の子を出せるようになります。ただしキャラローラの場合、そのキャラを出してほしくない時はローラを外してしまえばいいだけなので、ローラを単体で運用する場合については生息化画像は必ずしも必要ではありません。作者の解説にも生息化画像については使用化としか書いていません。ネットでローラ学習について検索すると、生息化画像が必須とか必要と書いているものが多いです。個人の運用思想次第ですが、本来は必要と感じた時にだけ用意すれば良いものです。本動画はキャラローラ作成の入門用として作っているので、生息化画像を用いないやり方で解説していきます。というわけで必要なものは素材とテキストだけになるね。シンプルイズベストです。まずは生成の練習なので適当なキャラ画像を1枚用意してください。サイズは512から1024ピクセルくらいまでの PNG か JPEG 画像が用意しやすいと思います。正方形である必要はないですし、背景が書き込まれていても問題ありません。用意できたら素材置き場を作ります。例のごとく D ドライブ直下にトレーニングデータというフォルダを作ってみました。ここを素材置き場と出来上がったローラファイル置き場とします。中に入ったら右クリックして、フォルダを3つとテキストファイルを2個作ってください。そしてフォルダにはそれぞれ素材、生息、アウトプットとつけてください。テキストにはデータセットコンフィグとコマンドラインとつけておきます。この画像の通りになれば OK です。素材フォルダはその名の通り素材置き場。生息フォルダは今回は生息化画像は使いませんが一応作ってます。アウトプッツフォルダは出来上がったローラファイル置き場になります。テキストはデータセットとコマンドラインを記述することになります。できたら用意した素材画像を素材フォルダに入れてください。そして素材画像の名前を連番になるように変更してください。今回は1枚でやっているので01とします。複数枚用意した方は02、03と続けてください。これで素材の準備は OK です。やったー。キャプションファイルを作ってみよう。素材の準備ができたので、その画像のキャプションテキストを用意しましょう。どうやって作るの？手打ちでもできますが、1111の拡張機能を使うと簡単にできます。検索エンジンで WD1.4 タガーと検索します。するとトリアトさんの Wife Diffusion 1.4 タガーという GitHub が見つかるはずです。これは画像のタグファイルを自動で作れる拡張機能です。いつものように URL をコピーします。オートマチック1111を起動します。エクステンションタブの Install from URL に貼り付けてインストールします。インストールドタブでアプライ&リスタートしたら、一度ブラウザ、コマンドプロンプトともに再起動します。するとタガーというタブが出現しているはずなのでクリックします。バッチフロムディレクトリータブをクリックします。上のインプットアウトプット欄に先ほどの素材フォルダのディレクトリーを記載します。素材フォルダを右クリックしてパスのコピーを選択、またはフォルダの中のルート欄からパスをコピーしてください。タガーにペーストします。前後にダブルクォーテーションが入ってしまう場合は消してくださいね。この画像のようになっていれば OK です。下の方にアディショナルタグズという欄があります。ここにトリガーワードにしたいワードを入力します。今回はロビンにします。あとはオレンジのインテロゲートボタンを押すだけです。しばらく待つとボタンの下に何分かかったかの報告が出ます。そしたら完了です。簡単だね。素材フォルダに戻ると素材の数だけテキストファイルが生成されています。これがドリームブースキャプション方式のローラ学習で必要になるキャプションファイルです。タグファイルなんて言ったりもします。次にキャプションの編集を行います。テキストをダブルクリックして開きます。あ、これプロンプトじそう、タガーが画像を分析して関連する要素をプロンプトとして書き出してくれたものです。ゃん。さっき設定したトリガーワードもあるね。ただしこれは素材画像をプロンプト化したものに過ぎないので、ちゃんと学習に使えるように編集してやる必要があります。どうすればいいの？ここから学習させたい要素を削除していきます。学習させたいのに削除？そうです。今回はキャラローラを作るので、首から上に関係する要素を削除します。顔を学習させたいのになんで削除するの？
ここがキャプション方式で最も勘違いしやすいところです。ドリームブースキャプション方式での学習は、キャプションから削除した内容がトリガーに関連付けられて学習されます。言い方を変えると、素材の内容からキャプションをマイナスしたものが学習データになります。算数みたいに表現すると、素材画像マイナスキャプションイコール学習データです。先ほど作ったばかりのタグファイルは、素材を分析して作ったものでしたね。それはつまり素材画像をプロンプトに変換しただけのものに過ぎないので、これをこのままキャプションとして学習を開始してしまうと、素材から素材を差し引くことになります。ゼロになっちゃうね。これでは素材を学習させたくて学習開始したのに、できていないということになってしまいます。そこで生のタグファイルを加工してやります。タグから学習させたい要素を削除してやるのです。生のタグから学習させたい要素をマイナス加工したもの。それをキャプションとします。これを先ほどの式に当てはめてやると、素材マイナスタグプラス学習させたい要素イコール学習データになりますね。素材と生のタグは同義なので打ち消し合って、学習させたい要素イコール学習データになります。なるほど、削除した要素がすなわち学習データになるんだね。実際にタグを加工していきましょう。わかりやすいように首から上の要素だけ赤く着色しています。これらキャラクターのアイデンティティに関するプロンプトを削除すると、いわゆるキャラローラになります。逆に青色にした服装に関する要素を削除すると、他のキャラに着せて使えるコスプレローラになります。この辺は使う素材や学習設定によっても変わってくるので、自分なりに試行錯誤してみてください。削除できたら保存して終了します。この時ちゃんとトリガーワードが先頭に来ていることと、改行を挟まない一行の文になっていることを確認してくださいね。この作業を全てのタグに行います。素材が多いと骨が折れる作業ですが、キャプションの内容で学習要素を調整できること、これがキャプション方式学習の特徴です。データセットとコマンドファイルを編集しよ素材とキャプションが揃いましたね。う。もう頭がパーンしそうだよ。あとはデータセットをコピペするだけですよ。本来ドリームブース方式の学習をコマンドライン実行形式だけで行う場合、フォルダの階層構造を理解する必要があります。ネットでローラ学習について検索した時に、必ずと言っていいほど出てくるフォルダネームの話だね。それはクラス ID 方式の話なのですが、他にも素材の場所を指定する際に、一つ上の親フォルダを指定するとか、とにかくフォルダの話が直感的でないためややこしいです。学習初心者がつまずくポイントだと思います。そのため本動画では、データセットを使ってより直感的にフォルダを指定するやり方で解説します。素材置き場を開いてください。先ほど作ったデータセットコンフィグとコマンドラインという空のテキストがあると思います。そのうちデータセットコンフィグをダブルクリックしてメモ帳で開いてください。そしたら今見ている動画の概要欄を開きます。概要欄のどこかにデータセットコンフィグ用という文があるので探してください。見つけたらここからここまでをなぞってコピーします。それをデータセットコンフィグに貼り付けてください。こんな感じになるはずです。イメージディレクトリは素材画像フォルダのパスです。この動画とは違う名前を付けた方や別のドライブに素材置き場を作った場合は書き換えてください。ナムリピーツは繰り返し回数です。素材画像を何回繰り返し学習するかを数字で入力します。これは少ない画像素材で学習強度を確保したい時や、大量の生息化画像を用いる際に素材枚数とのバランスを取るものです。とりあえず今はここに繰り返し回数が書いてあるということだけ覚えておいてください。保存して終了するのですが、テキストの形式が UTF-8 なのを確認してください。もし UTF-8 でない場合は、名前を付けて保存から形式を UTF-8 に変えて保存してください。終了後、ファイルの拡張子をトムルに変更します。この画像のようにデータセットコンフィグ.toml になれば OK です。次にコマンドラインを作ります。これは実際に学習を開始するときにパワーシェルにぶち込むコマンド文です。コマンドラインテキストを開いておきます。そしたらまたこの動画の概要欄を開いてコマンドライン用の文を探してください。これもここからここまでをコピーして貼り付けます。このようになるはずです。そしたら自分の環境に合わせて書き換えてください。上から2行目のモデルパスの部分は学習に使用する 1111のモデルのパスを記述してください。作ったローラは主にそのモデルで使うことになると思うので、お気に入りモデルを選んでください。
その下のアウトプットディレクトリとデータセットコンフィグは素材置き場を動画と異なる場所に作った方は変更してください。次のトレインバッジ以下はマシンパワーとの相談になるので、とりあえず最低限こんなもんかなという設定にしています。マシンパワーある人はバッジサイズ2とか4にしておくと学習が早く終わります。とりあえず最初はこれでやってみて、容量が分かってきたら徐々に環境に合わせて調整していくと良いでしょう。設定を確認したらちょっと加工します。見やすいように1行ずつ改行してある状態から、こんな風に全ての改行を削って1行の文章にしてください。コマンドとコマンドの間はスペース1個空けてね。できたら保存して終了します。これでフォルダの階層構造を考えなくてよくなるの？この動画のやり方は、実行はコマンドラインで行いますが、素材フォルダの場所だけデータセットの内容を参照させるやり方です。コマンドラインで素材フォルダを指定する場合は、素材フォルダの一つ上の親フォルダを記述する必要がありますが、データセットでなら素材の位置を直接指定できます。これから学習を始める人にはこの方が直感的で理解しやすいかなと思います。また、記述様式の違いを学ぶ必要がありますが、データセットを用いることでコマンドラインの内容を各素材フォルダごとに細かく設定することもできるので、将来的な発展性も考慮すると、早いうちからデータセット併用方式に慣れておくことを推奨します。必要なものが揃ったのでローラを作ってみましょう。SD スクリプト、素材画像、キャプションテキスト、データセットとコマンドラインですね。やっとだよ。学習の実行方法はめちゃくちゃ簡単です。離縁日をアクティブにして、コマンドラインをコピペ実行するだけの2ステップです。そんだけ。荒野さんの SD スクリプトのフォルダを開きます。インストールの時にやったようにここでパワーシェルを開きます。ほんとこのやり方好きやな。パワーシェルに以下のコマンドを入力します。ドットスラント BNB、スラントスクリプツ、スラントアクティベート。インストールする時にも使ったコマンドですね。打ち間違えても赤字で怒られるだけなので再入力してください。緑の字で BNB と出たら準備 OK です。そしたら先ほど素材置き場に作ったコマンドラインテキストを開きます。コントロールキーと A キーで全選択します。この時、開業の消し忘れがないように注意してください。全選択した状態でメモ帳の左下に行1と出ていれば、とりあえず1行分にはなっています。コントロールキーと C キーでコピーして、コントロール V でパワーシェルに貼り付けます。エンターで実行します。モデルのパスやディレクトリ設定が間違ってなければ、このように学習がスタートします。画像1枚、繰り返し1回、エポック10なので、数分で終わると思います。最後にステップ 100%。セーブトレンドモデルどこどこと出たら成功です。できたー。僕にもできたー。素材置き場のアウトプッツフォルダを開くと、セーフテンサーファイルが生成されています。これがローラファイルです。おー、人生初の自作の学習データ。早速使って。大変申し上げにくいのですが、これローラとしてはほとんど機能しません。学習が弱すぎるのです。嘘だ、どんどこどー。そこで少しずつ設定を上げていきましょう。データセットを編集して繰り返し回数を10回に増やしてみます。素材1枚、繰り返し10回、エポック10です。まだまだロビンにはならないけど、耳と緑色要素が出てきたね。悔しいので力技で素材を5枚に増やしてみました。無理やりすぎる素材5枚、繰り返し10回、エポック10です。ついにロビンちゃんが生まれました。しかしラインがヨレヨレで塗りもべちゃっとしています。このような状態を過学習と言います。素材が同じすぎて学習型の状態だね。これは極端な例ですけども、素材がワンパターンすぎるとか、設定を盛りすぎてしまっていると、このようなべちゃべちゃな質感になるので覚えておいてください。設定を盛りすぎてもダメなの？学習の結果には様々な要素が影響を与えますが、特に素材の画質、内容、枚数、繰り返し回数、そしてバッジサイズ、エポックは強く作用します。AI イラストのネットコミュニティなどでは分かりやすい数字情報として、よく素材枚数、繰り返し回数、エポックの数字を引き合いに出されます。さっきから聞くエポックって何ですか？素材フォルダを何周するかと思ってください。先ほどの例であれば素材5枚、繰り返し10回、エポック10なので、5枚の素材の学習を10回繰り返し、そのセットを10周するという意味になります。そしてこの3つの数字を掛け算してバッジサイズで割ったものを、ステップ数と言います。
これは個人やコミュニティにより言い方が異なるので注意してください。この辺はログにも書いてあるので学習の目安とすると良いでしょう。ただし覚えておいてほしいのは、同じ素材枚数、繰り返し、エポックでもバッジサイズを上げると結果が変わります。同じ条件でバッジサイズを4に上げてみます。ロビンちゃんどこ行った？同じ枚数、繰り返し、エポックを用いてもバッジサイズを上げると学習が薄まります。悪く言えば学習不足、よく言えば繊細になるので、何でもかんでも数値を上げれば良い学習結果が得られるというものではないことには注意してくださいね。これはつまり設定の沼ってことですね。ステーブルディフュージョンのエンドコンテンツへようこそって感じですね。キャラローラを作ってみよう。ここまで実践された方はもうすでに学習の実行要領が理解できていることと思います。めちゃくちゃ簡単でしょ。そこで実際にキャラローラを作ってみましょう。素材は先日公開された東北ずんこさんの公式素材を使用してみます。音声合成ソフトで有名なキャラだね。検索エンジンで東北ずんこと検索します。トップに公式ホームページが出てくると思います。ページの中ほどに画像素材へのリンクがあるのでクリックします。リンク先をずっと下までスクロールしていくと AI 画像モデル用学習データへのリンクがあります。 Google ドライブに移動するので01ローラ学習用データの点々からダウンロードをクリックします。しばらく待っていると勝手にダウンロードされます。ダウンロードできたら ZIP ファイルを展開します。めちゃくちゃいっぱい入ってる。ずんこさんの他にもいたこさんやきりたん、ずんだもんもあるんですね。ずんだもんのモノマネ得意なのだ。今日はずんこさんを使います。素材が61枚とそのキャプションテキストも入っていて、ドリームブースキャプション方式を意識した構成になっています。キャプションを確認してみるとトリガーはずんこなようですね。髪と瞳の色のプロンプトがないので、それがトリガーワードに結びつけられているのが想像できます。しかも画像、キャプションともに連番になっているので、すぐに学習が行えるようになっています。連番助かる。早速ずんこさんのローラを作ってみましょう。先ほどの素材置き場を開いて、素材フォルダの中にそのまま移動してみました。61枚は数が多いので、最初は低めの設定でやってみます。データセットの繰り返し回数を2回に、コマンドラインのエポックを3、バッチは1とします。1エポックあたり122ステップ、総ステップ366になるようです。3分くらいでできました。ローラ1倍のずんこ、ワンガールで出してみました。かわいい。緑色のロングヘアやイエロー系の瞳、ヘアバンドの形なんかは学習の形跡が見られますね。次にローラ 0.8 倍でプロンプトをキャプションファイルからそのまま移植してみました。ずんこさんの要素を含んだ美少女イラストって感じだね。二次創作アレンジのような雰囲気が欲しいのであれば、これくらいの学習度合いで十分かもしれませんね。これが3分で作ったローラでできちゃうなんてすごすぎひん。次に少し学習強度を上げてみましょう。繰り返し回数を10回、エポックを5周、バッチサイズはそのままで解像度を512から768に上げてみます。1エポックあたり610ステップ、総ステップ3050になります。作成に45分程度かかりました。まずはローラ1倍のずんこワンガールで出力したものです。かわいい。先ほどの3分で作ったものより素材の影響が強くなっているのがわかると思います。同一条件で出力したものと比較してみます。紙の色や塗りの質感など全体的に学習度合いが強くなって素材の再現性が上がっていますね。采配ソックスもプロンプトでの誘導がしやすくなっているね。学習するにあたってどれくらいのパラメータ設定にすればよいかは悩むところだと思います。ですがこの部分は先ほども沼と表現したように正解がありません。素材のクオリティによって左右されるし、マシンパワーでどこまでできるかも変わるからね。新しい素材を用いて新規学習を開始する際はとりあえず最初は1バッチ換算で300から500ステップくらいになる設定でお試し生成することをお勧めします。これで過学習気味になってしまう場合は先ほどの練習編のように素材枚数と繰り返し回数の設定バランスが釣り合っていません。素材のバリエーションやクオリティを見直しましょう。そしてマシンパワーがあってより学習強度を上げたい方は繰り返し回数とエポックを引き上げてコマンドラインにエポック枚書き出しの設定をつけておくと良いでしょう。そうすれば学習型になったとしても途中のいい塩梅のローラを取り出すことができます。ところで過学習の判断はどこですればいいの？
過学習になってしまっているかの判断は先ほどの練習でやったように塗りの具合から判断する。特にハイレゾフィックス2倍で雰囲気を維持できるかどうか、そしてノットセーフフォーワークやネイキッドなどの裸にするプロンプトを記述した時に服を脱ぎたがらなくなった、もしくは服の一部が顕著に残るようになったら過学習気味と判断すると良いでしょう。奥が深すぎる。さらに手慣れてきたら少ない素材でいかに学習効率を上げるかを追求する低リソース学習とか、ファイルサイズの小ささと学習成果を追求する低ディム学習など、自分なりの楽しさを見つけてみてくださいね。もはや学習 RTA というか手段が目的になったる。最後に東北ずんこさんの素材はドリームブースキャプション方式を念頭に置いたファイル構成になっており、落としたらすぐに学習開始できるように作られています。ユーザー側からするとかなりありがたいです。ジェネレーティブ AI の活用に理解があり、企業のインプレッション向上やマーケティングの観点から自社キャラクターの素材配布を検討している版権元や企業さんは東北ずんこさんのファイル構成を参考にしてみると良いのではないでしょうか。これから画像生成 AI を使った学習を体験してみたいと考えている人にとっても素晴らしい教材だと思います。今日はオートマチック1111における荒野式ローラ学習のうちドリームブースキャプション方式をキャプションとデータセット併用で行う方法について解説しました。実践しながらやってみると思ってたよりもめちゃくちゃ簡単なのが分かったと思います。今日はこの辺りで、また来週。寝る前に歯をちゃんと磨くのだ。モノマネ上手ですね。来週は両乳首後ろから同時こねくり回しローラを作るのだ。絶対に作りませんからね。